々のレポート更新のような気もするが、しれっと書いていこう。ずいぶんサボってたね。うっさいみやび。今回はプロテクティブクットを入れて構えていたら、偶然にも先物急落を捕まえることができたトレード。偶然なんだ。その後の謎のいじりまで追跡。ぼちぼちボラティリティトレードの基本的トレードとなったので、何かの参考になるかもしれない。それではオプショントレードの現場の様子を詳しく見ていこう。2024年4月2日火曜日22時40分。まずここ最近の先物冷やしチャートから。ちょうど冷やしで20日 SMA を割り込んできたタイミングだね。そうだね。さらに間もなくハイローバンドのローラインにタッチするよ。あ、ほんとだ。ハイローバンドって IV から算出した今日の先物の変動幅のノルマだったよね。そうだね。ハイローバンドのハイラインとローラインはエントリーのタイミングに使うよ。ということで今の状況は、あれこれなんか来るやつって感じだよ。 ATM 中心に少し盛り始めてしまったが、 IV は未だ 17% 台。まだ間に合いそうだ。記事化でプロテクティブクットをエントリーしておこう。デルタは微ショートに調整。ここからレポートに掲載している画像をいくつか見ていくよ。まず縦玉から見ていこう。縦玉は4月切り P3 万8000をプラス2枚、6月切りのミニ先物をプラス2枚。これはスマイルキャッチャーの縦玉シート。ポジション管理はこのシートで行うよ。次にペイオフダイアグラムの領域。先物原値線の位置の損益曲線は左上に向かっており、今はデルタショートなのが視覚的にわかるね。先物が39,750付近ではデルタニュートラル。4万付近から損益曲線は右上に向かい出し、デルタはロングに反転することがわかるよ。左上に表示されている4つのグリークスを見ていこう。デルタの値はマイナス 0.076 なので、このスプレッドは先物ミニ 0.76 枚分の先物変動リスクを持っているよ。ガンマの値はプラス 0.03 なので、先物100円の変動ごとにデルタは 0.03 ずつ変化するよ。今回のようにプラスのガンマ値を持つスプレッドはガンマを味方につけており、先物が変動するとガンマ値の分デルタに加算されていき、ポジションに有利に作用するよ。逆にマイナスのガンマ値を持つスプレッドの場合は、先物の変動はスプレッドの損益に不利に作用するよ。ガンマ値がマイナスということは、スプレッドにオプションの売り玉が入っているということだけど、このガンマ値を無視してオプションをいじると、いくよ。いや、割とガチめで。次にセータだよ。セータ値はマイナス 28.78 なので、このスプレッドの日給はマイナス 28,780 円だよ。マイナスのセータ値は時間経過を敵に回しているね。ガンマとセータは常に反目しており、必ず逆の符号になるよ。いかにスプレッドを組もうとも、ガンマとセータのいいとこ取りは不可能だよ。大きなマイナスセータ値を見ると、ビビってオプションを変えないので、表示を消してセータは無視するベテランもいるよ。最後はベガだよ。ベガの値はプラス 30.32 なので、 IV が 1% 増減するとスプレッドの損益は 3320 円増減するよ。プラスのベガ値を持つスプレッドは IV 上昇を味方にしているよ。マイナスのベガ値はその逆だね。 IV がオプション価格に与える影響は非常に大きく、ベガロングでもベガショートでもガンマと同様無視するといくよ。いや割とガチめで、主にこの4つのグリークスがポジションに作用して損益が決まるよ。グリークスの値は刻々と変化しているので必ず把握してね。ダメだ、グリークス全然わかんないよ。これわからないと自分が抱えているポジションのリスクサイズがわからないからね。グリークスの理解は必須だよ。苦手なんだよ。それは一言で仕事だ覚えろだね。なんとなく益出てなんとなく損して、これじゃただのギャンブルだから。
わざわざ小難しいオプション取引の必要はないよ。何がどうなったらどのグリークスでどのくらいの損益が出るのか、マーケットに対応しながらグリークスを管理していくのがオプション取引だよ。グリークスを管理するとはリスクを抜き出して移転すること。これができるのがオプション取引の優位性そのものなんだ。慣れてしまえばなんてことはないよ。わかったよ。頑張る。ちょっと長くなっちゃったね。では次の画像に行こうか。ペイオフダイアグラムの広域、満期線の全容が見えるよ。そしてグリークスチャート。それぞれデルタ、ガンマ、セータ、ベガだよ。先ほどの各グリークスが先物変動によりどのように変化していくのか視覚的にわかるよ。じっくり見たい人はピタ止めしてね。次にこちらはエリス15分チャート。デルタ 0.1 の OTM コールと OTM プットの IV チャートだよ。デルタプラスマイナス 0.1 のストライクの位置はスマイルカーブにも表示されているよ。この薄い黄色の縦ラインだよ。このストライクの IV の前日比の推移がエリスチャートだよ。エリスチャートは非常に便利な指標だよ。先物の下落につれて OTM コール、OTM プットともに21時30分頃から盛り始めたのがわかるね。今はプラス 1% くらいの盛りだよ。そして最後、これがなければオプション取引は何も始まらない。そう、スマイルカーブ。スマイルカーブは各ストライクの IV を横軸に順に並べて分かりやすく可視化したグラフだよ。 IV はオプションプレミアムから逆算したボラティリティだよ。スマイルカーブ見ないでオプションいじる人いるけど、まるで目隠し運転だね。 IV ガン無視でオプション取引はできないよ。リアルタイムのスマイルカーブとエリスチャートはこのチャンネルのライブ配信で確認できるよ。30分後、先物はハイローバンドのローラインにタッチ。このタイミングでプロテクティブプットを1セット増し玉したよ。縦玉はこうなったよ。ミニプラス3枚とプットプラス3枚。縦玉シート、ペイオフダイアグラム。デルタをさらにショートに傾けたよ。ねえねえエモン、デルタをショートに傾かせるのはどうして？エモンの好みもあるけど、プロテクティブプットはマーケットの下落に弱いスプレッドだからだよ。マーケットが下落するとスマイルカーブは平時では下げの P ハゲ C 盛りとなるよ。つまり買ったプットはハゲてベガゾンが発生するよ。そしてベガゾンの分プロテクティブプットは評価ゾンになるよ。これを見越してプットを少し多めに買うわけだけど、その結果デルタはショートに傾くよ。でもプットを多めに買うとその分マイナスセータも一緒に乗っちゃうし、先物上昇パターンで取りにくくなるよ。だからここら辺はほんと好みの問題だね。基本はデルタニュートラルで組むといいと思うよ。そっか、下げの P ハゲ C 盛りを意識してるんだね。そうそう、適当なタイミングでプロテクティブプットを組むと先物が下げても下げても下げの P ハゲ C 盛りにより永久に評価域が乗らなくなるよ。だから下げの P ハゲ C 盛りを克服してなおプットが盛り始めるであろうタイミングで仕掛けると後が楽になるよ。苦しい期間は少しでも短い方がいいからね。プットが盛り始めるタイミングっていうのがエリスチャートのローラインタッチや節目を意識されやすい SMA タッチということなんだね。そうだね。先物下落をできる限り引きつけてからスマイルカーブが下げの P ハゲ C 盛りから下げの全盛りに様相が変化するタイミングがベストだね。このタイミングを捕まえられるよう意識すると良いと思うよ。覚えとけよ。ほら生意気だぞ。では次の画像はグリークスチャート、そしてスマイルカーブ。さっきよりコールは持っているね。おはぎゃーございます。4月5日の金曜日10時35分、ここまでの道中先物はスルスルと反発してしまい4万円超まで上昇。
先物上昇で逃げ切れるかどうか苦しいパターンにいつものね。なりそうだと思いながらゴミ化したプットをプラス2枚補充。そして今日は金曜日の東京市場よりゴシゴシ絶望中のプロテクティブプットは昨晩の NY 市場午後の先物800円ほどの急落により一気に評価益が乗った。プラス30万円。さすがにこの状況は狙ってなかった。いやほんとラッキー。開けて東京市場はよりから ATM から OTM コールがもりもり、プットもさぞ。いやプットは微妙な盛り方だけど低残存だし仕方ない。まあいいや。少しはベガも乗っているがむしろ低残存によるガンマの寄与が大きい様子。低オフダイアグラムは左山の当半を始めたよ。やばい急勾配だね。これがオプションの評価益が加速的に乗っていく仕組みだよ。裏を返せばオプションの売りの場合は評価損が加速的に膨らんでいく仕組みと言えるね。いや言葉が出ないよ。小さなポジションでこの破壊力。オプション取引恐るべし。昨日までの絶望からあからさまにルンルンでプリンでも買いに行きたい気分だがこのチャンスを逃さずにこれからポジションをいじっていこう。10時40分まずプット買い玉を1枚返済。さらなる一段安があるかどうか様子を見ながらとりあえず残りはホールド。画像関係は先ほど詳しく説明したのでここからはさらっと流していくよ。スマイルキャッチャーの縦玉シート。ペイオフダイアグラム。プット開玉を1枚落としたので少し左山の傾斜が緩やかになったのがわかるね。水平の損益ゼロラインから下に突き出ていた谷底もゼロから上のプラス側に移動したね。ペイオフダイアグラムは視覚的にわかりやすいよね。グリークスチャート。スマイルカーブ。今回の確定損益と合計損益。11時ちょうど。先物は下値を拡大。マイナス1000円に達したよ。さらにプット買い玉をもう1枚返済したよ。スマイルキャッチャーの縦玉シート。ペイオフダイアグラム。プット買い玉を1枚落としたので谷底がさらに上がったね。そうだね。ここまで来れば勝ちを確信していいぞ。よっぽど下手打たない限りな。グリークスチャート。スマイルカーブ。スマイルカーブが激しく下げの P 激しい盛りとなっていることに注目しよう。今回の確定損益と合計損益。13時ちょうど。5倍よりから先物は小反発。とりあえず的に一旦下落ターンはここまでかな。このタイミングで全力の下げの P 激しい盛りにより鬼盛りしているコールを打っていこう。先物の反発が進んでいけばスマイルカーブは上げの P 盛り C ハゲとなりコール売り玉はハゲてベガ益が期待できるはずだ。新規コール売り縦玉を追加したことによりスプレッドはプロテクティブプットからフルヘッジベアシンセティックとなった。それにしても持っているプットは ATM からニアだけでエリス PEN の OTM は盛らないね。低残存というのもあるけど最近はこの傾向が多いよ。残存の多い木先は相応に持っているね。単純にコールが持っているから売ったってこと。そうだよ。でも先物の急落でコールのプレミアムは安くなってるよね。そうだね。プレミアムが安くなっているのに売るんだ。そうだよ。ちょっとそこマジでわからん。それはグリークスを理解してないからだよ。コール売り玉はハゲてベガ益が期待できるはずってさっき言ったけどそのままの意味なんだ。例えば今回新たに売り立て玉したコール4万はスマイルカーブの観察から前日比で 2% ほど持っているよね。みやびが言ったように先物下落で安くなったコールプレミアムの中にこの 2% 持った IV が内包されているんだ。 IV はインプライドボラティリティの略でインプライドは内包された暗黙のという意味だよ。 IV が持ったところを売ってハゲたところを買うのがボラティリティトレードの基本だよ。
慣れてしまえばなんてことはないよ。難しく考えないで。ここでコール新規売りのストライクのチョイスについて。オプ色ギルド内のスレッドシャープ06武者走りエモンを質問攻めにするコーナーに非常に鋭い質問が届いているよ。エモンも無意識にやっていたところだったので改めて勉強になったよ。質問ありがとうございました。よかったらみんなも動画を止めてみてね。13時20分。さっきも言ったけど記事か OTM プットはハゲるも妃 OTM プットはモル始末。こんなの見たら骨髄反射でカレンダーにしてまうよ。ということでホールド中のフルヘッジベアシンセティックに加えて妃のプット3万7000を軽く打ってみた。むさ苦しいポジションに一輪の花を添えさりげなしに色気を演出。おかげでフルヘッジベアシンセティックは崩壊しポジションは謎のスプレッドに変異した。もうわかんない。ついていけないよ。ここは基本形じゃないからスルーしていいよ。フルヘッジベアシンセティックプラス妃プット売りと分解してもよいしカバードコールプラスリバースプットカレンダースプレッドと分解しても OK。 重要なのはグリークス管理でスプレッドの名称なんてどうでもよいと思うよ。14時45分。まもなく東京市場がクローズ。プット開玉をさらに1枚返済。デルタをロングに傾けていこう。スマイルキャッチャーの縦玉シート。ペイオフダイアグラム。デルタショートからデルタロングになったね。そうだね。プット開玉を1枚落としたからね。グリークスチャート。スマイルカーブ。今回の確定損益と合計損益。4月9日の火曜日9時5分。さて週が明けて火曜日。今週は 04S 級週だよ。先物は先週の金曜日に見せた急落から狙い通りの反発。まだもう少しは反発が続くかもしれないがよりデルタロングに傾いてきたポジションを少しいじっていこうかな。オプションボード。スマイルキャッチャーの縦玉シート。ペイオフダイアグラム。先物が650円ほど反発してきたからペイオフダイアグラムの右の丘に登ってきたのね。そうだね。前回からのデルタ値の変化を比較してみてね。グリークスチャート。スマイルカーブ。9時25分。ミニのロングを2枚返済。続いて記事化プットの開玉を3万8000から3万9000に ATM に寄せて乗り換え。この画像はポジションをいじる前と後。グリークスとペイオフダイアグラムのビフォーアフター比較。ポジション構成は変わらずフルヘッジベアシンセティック妃プット売りのままだがグリークスがマイルドになったのがわかるね。こんな感じで同じ構成のスプレッドもストライクのチョイスとポジションサイズ次第で別物に変わるよ。時間経過とマーケットの進行でも変わるよ。だからスプレッドの名称なんて細かくこだわらなくて良いと思うよ。スマイルキャッチャーの縦玉シート。ペイオフダイアグラム。左側にあった谷がなくなったね。そうだね。デルタは先物下落に対してほぼフラットになったよ。グリークスチャート。スマイルカーブ。それではこの状態でポジションをしばらく放置して次のマーケットのアクションを待ってみよう。4月11日の木曜日9時20分。 S 九州の木曜日マモク最終売買日。結局あれからマーケットに目立った動きはなかったね。マモクって何？魔の木曜日。昨日水曜日は麻酔だよ。 S 九州の水曜と木曜はマーケットに解釈に困る現象が起こることがある警戒日だよ。そうなんだ。覚えておこう。さて今日はザラバ中にポジション全決済するよ。いつものように時間差で玉を落としていこう。ポジションを S q に持ち込まないの？このポジションは持ち込まないよ。オプションボード。スマイルキャッチャーの縦玉シート。ペイオフダイアグラム。前回より満期線に吸い寄せられてきてるね。
グリークスチャート、スマイルカーブ。9時25分、よりからの感じだと今日はリバってきそうだね。売り物をこなしてあげてく様子は 04S 級絡みの大人の腕力を感じるよ。どういうこと？明日朝の S 級確定でオプションの玉がインするかしないか必死にならざるを得ない大人がいるってことだよ。オプションは満期にインするかしないかで大違いだからね。そういう雰囲気ってことだよね。ああ、そうそう、雰囲気だよ、雰囲気。まず記事化のクッと3万9000の買い玉を返済。今日は特に目に見えて記事化オプションはくず化するので、お手持ちの買い玉は可能であればできるだけ早めに捨てよう。スマイルキャッチャーの縦玉シート、ペイオフダイアグラム。記事化のクッと買い玉を全て返済したことでスプレッドはベガショートとなり、先物の下落に対してノーガードの状態になったよ。コールプットともにオプション裸売りの状態だから絶対にマーケットから目を離さないでね。グリークスチャート、スマイルカーブ。今回の確定損益と合計損益。12時30分、そして5場がオープン。先物はポジションに都合よくリバってくれた。とてもいい感じですわ。でもリバもここら辺までじゃないかな。いや、雰囲気ね、雰囲気。また雰囲気か。それではスプレッドを完全に解体して更地にしていこう。スマイルキャッチャーの縦玉シート、ペイオフダイアグラム、グリークスチャート、スマイルカーブ。12時35分、全返済完了。結局先週金曜日の東京市場の急落局面に全返済かけても最終的な損益はあまり変わらなかったね。既存縦玉を再利用しようといろいろいじっても今回はあまり意味はなかった。まあいいや、トレードで100点満点なんて目指さなくていいんだよ。次のタイミングを狙っていこう。今回の確定損益と合計損益。それでは最後までご視聴ありがとうございました。静かな大館と違って大きい町だね。北北海鮮だよ。ああ、門なしは辛いな。セミニを各地で売買する商船のことさ。いろいろ大変だったけどついにここまで来たんだね。仕方ない、恥を忍んで市場でもらい食いでもするか。昨日の鹿肉の燻製が最後だよ。覚えとけよ。ほら生意気だぞ。ここ酒田は西回り航路と東回り航路の起点なんだ。私みたいに地元の毛皮を売りに来る人もいるのかな。それはそうとお春、もうお腹減ったよ。ゴマ、尻尾一本隠すの忘れてる。リツが探してるから戻るよ。そいじゃまたね。